のチャーシューです。お待ちどうさまです。ちょっと熱いんで。あ、はい。一般的にラーメンって多分イメージされてるものって豚とか鶏とかのガラ使ってスープを取ってで醤油だれをそのスープで割ってみたいなのが普通一般的だと思うんですけど、竹岡式ラーメンは醤油で直接豚肉をたっぷり煮込んでその醤油そのものに、豚の旨味がぐっと入るんですよ。それをラーメンの茹で汁を使って割って食べるっていうめちゃくちゃシンプルなラーメンです。思いません？醤油だれお湯で割ったラーメン本当にうまいのって見た目が結構味が濃そうな見た目というか色合いというかでも食べてみると全然そんなことなくてむしろその醤油の香ばしさと味の濃さが落ち着いた感じがすごいバランスが良くてちょっと懐かしいような感じというかはい、あっさりです。ムネさんと鈴屋さん両方とも創業が昭和29年東京オリンピックの10年も前ですからね。昭和の時代も長いんですよ。やっぱ可能性すごく感じますよね。竹岡式ラーメンの知名度が上がってくれて認知度が上がってくれればいいなとは思いますけどね。醤油ですか？醤油ですね。千葉県産の醤油です。これ今チャーシューを作るチャーシューとそのラーメンのタレを作っているところですね。これがチャーシューの。これそうですね。豚のバラ肉です。中に入ってるのは醤油とあと日本酒ですね。でそれ以外のものが入ってないんです。で醤油は継ぎ足しで作ってるので、まあお店によってやり方はいろいろ違うでしょうけど、うちはそういうやり方をしています。僕の感覚で言うと黒さがうまそうってなるんですよ。だからね結構お店によってはもう少しちょっと薄い色してる店とかも中にはありますけど、僕はなんで継ぎ足しで作るかっていうと黒くしたいから、今あん中に24本入ってるんですよチャーシューでこれうち2日かけてやるんで、だから24本やって次の日も24本やります。だからその同じ醤油一斗缶さっき入れたじゃないですか、あの醤油で、合計48本のチャーシューですね。これがだから繁忙期になればもう少しチャーシューの本数が増えますし、ずんとでかいじゃないですか、まとめて作った方がカレーとかもそうじゃないですかまとめていっぱいので作ったら美味しいみたいなのもあるじゃないですか。うちもだからまとめて一気にこれで火をつけていきます。沸くまでまで30分から 1時間弱ぐらい。火にかけちゃうとしばらくやることがないので別のことします。これは薬味のトッピングの玉ねぎをこれから刻んでいくんですけど、玉ねぎはまあ肝ですね。大体ほとんどの竹岡式ラーメンは薬味玉ねぎしてるんじゃないですかね。まあ、お店によっては玉ねぎじゃなくて普通の赤ネギのしてるところもありますけど、鈴屋さんっていう老舗があるんですけど、そこは薬味長ネギです。包丁とかで刻むと時間がかかっちゃうんで専用の機械というか、
半分の状態にしておけばうち結構他のラーメン竹岡ラーメンの店に比べても玉ねぎ粗く切ってるんで悪くなりづらいですしね、あと食べやすいですそろそろ匂いがしてきたけど焼いたかな。よいしょ、ちょうどいい感じに沸いてます。くっつかないように少しほぐして、大体こういう状態になってきたら、落とし蓋をして火加減を大体この状態から、2時間火を入れて、そこから、30分ぐらい余熱でみたいな感じですかね。だから火を入れた時からトータルで大体4時間ぐらいです。4時間弱ぐらい、あっさりラーメンっていうのは、いわゆる竹岡式ラーメンです。こってりはそれに背脂を浮かべてます。はい、背脂仕込んだものがそこにあるんですけど、それは手塚さんのオリジナル？いや、千葉県の中でもやってる店ありますよ。そうなんですね。一番人気ってあっさり。そうですね、あっさりとチャーシューか。僕は個人的にはうちでそのまま普通の状態で出したものが一番いいと思う。胡椒ぐらいですかね。胡椒振って食べるぐらいですかね、僕個人的には。麺はいわゆる元祖って言われてるお店、乾麺使ってたりとかするんですけど、うちは生麺使ってますね。乾麺も用意はしてますけど、乾麺だからうまいっていう人も中にはいますけど、少数じゃないかなと僕は思いますけど。特徴としてはどういう粉麺の特徴ってどういう？これすごく歯切れのいいサクッとした感じの歯切れのいい麺だと思いますけどね。もうちょい余熱で置くんですけど、揚げちゃいます。ラーメンの仕込みってすごいシンプルなんですよ。そうですね、別に骨割ったりとかしないですからね。こいつがそのまま醤油だれになる。そのままっていうか、これもだから完全に冷やして中の油とかをそういうの取り除いて干してって感じですか。これでしばらく粗熱が取れるの。
らっしゃいませ。こってりの大盛り。玉ねぎと岩のり。はい、ありがとうございます。お気をつけて。どうもー。はい、大盛り、こってり、玉ねぎ、熱いですよ。気をつけてください。はい。いらっしゃいませ。あっさり玉ねぎです。醤油の味はめっちゃするなって思ったのと、多分しょっぱいって感じる人もいるかもしれないですけど、自分はそこが好きだって食べてる感じです。あと背脂とかもこってりラーメンだったらめっちゃ乗ってるので、そこも美味しく来てます。玉ねぎトッピングしてっていうのが大体です。玉ねぎがやっぱ大事なんですか？そうですね、なんか味変じゃないですけど、ちょっとアクセルトのために入れて美味しいなと思ってます。何度か値上げしてるんですよ。でやっぱり当初ここ始めた時多分650円とかでそんな値段で始めてるんですよね。で今もうこんな値段じゃないですか。やっぱり普通に考えてなんかないとなってありません？まあ食材が上がってるしょうがないとはいえ、ね、やっぱりお客さん側からしたらっていう感じですかね。いらっしゃいませ。どうぞ。チャーシュー麺の大盛りでお願いします。チャーシュー麺大盛り。はい、かしこまりました。
盛りのチャーシューです。お待ちどうさまです。ちょっと熱いんで。あ、はい、それで大丈夫ですよ。あ、すいません。はい。初めてだったんですけど、見た目が結構味が濃そうな見た目というか色合いというか、でも食べてみると全然そんなことなくて、むしろその醤油の香ばしさと味の濃さが落ち着いた感じがすごいバランスが良くて、ちょっと懐かしいような感じというか、感覚っていうのがあってすごい美味しかったです。いらっしゃい。こってり。半チャーハン。半チャーハン。かしこまりました。左です。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。こってりチャーシュー麺2で。こってりチャーシュー2つ。1つ中盛りで。はい、かしこまりましたはい、こってりラーメンお待ちどうさまでございます。チーズ。はい、お待ちどうさまです。初めてダゲット式ラーメン食べたのって多分僕が19ぐらいの時なんですけど、自分の兄がたまたま千葉県に住んでて、で連れてってもらったんですよ。千葉県に姉ヶ崎ってところがあるんですけど、そこのね富士屋かな、真っ黒いラーメンでね、だからやっぱり衝撃ですよ。思いません？醤油だれおいで割ったラーメン本当にうまいのって僕もそう思いました。嘘でしょってなりました。業界に20年いますけど、はい。いろんなラーメン見てこんなシンプルなラーメンないですかそこに惹かれたっていうところもあるんですか。そうですね、すごいことしてるなみたいな。なんかそれまでいろんな店で働いてたところだったら、ね、例えばねガラでスープを取ってとか、煮干しとか使ったりとかね、そういういわゆるだし素材みたいなものを使ってスープを取ってそれでっていう一つのラーメンとしての形式みたいなものがあるじゃないですか、それに当てはまってないようなことをやってるんだっていうのはすごいなって思ったってことですよね。でも、まあそうです、それはやってみたいよねって思いますよね。いやでも募集しても入ってこないんですよ。まあ大変だけど、でもしょうがないですね、だっていないんだから慣れちゃってる部分もあるし、いたらいたでちゃんと
ね、しなきゃいけないし人が会わなきゃいけないって思ったらそれはそれで大変じゃないですか。いらっしゃいませ。こんにちは。マスターレモンラーメンお願いします。レモンラーメン。玉ねぎ長ネギメンマお願いします。レモンラーメン玉ねぎ長ネギメンマ。Yes。あさりをラーメンお願いします。あっさり。はい。玉ねぎ長ネギメン玉ねぎ長ネギ。マ。野菜。OK。Healthy。楽しい。Healthy。座る。お待たせ。ありがとうございます。レモン。美味しそう。いいぐらいしかない。レモン1個分使って果汁半分絞って11枚か12枚ぐらいの輪切りを浮かべてって感じですよね。一番最初にやったのはね、ここ始めて、なんかね、千葉出身だっていうお客さんがね来てくれたんですよ。その人はその千葉の影岡のあたりの出身の人だったんですよね。でその時にね、買ったレモン1個くれないかって、レモン絞ると美味しいんだよって言って、あ、そうなんですかって言ってやってみたら美味しかったから、じゃあレモンラーメンやろう。そもそもさ、例えば唐揚げとかにレモン絞るじゃないですか、で豚肉ねソテーとかにレモン添えたりするでしょ。だから肉系のものに対してラーメンにほらお肉の出汁だったりとかするわけじゃないですか、なんか合わない理由はないなって、さっと食べれるし、あと例えばね日本そばなんかでもすだちそばなんてあったりとかするでしょ。なるほど。美味しい。はい。じゃあIt's juicy. 東京に住んでいます。 How long have we been coming here for? 2年。ねな。この店来た。Been coming for 2 years. 日本語まだ上手じゃありません。ごめんなさい。ここのラーメンは美味しいですか？はい、とても美味しい。Always good. いつも美味しい。一番好きラーメン。一番、はい。いらっしゃいませ。どうぞ。気をつけて。週は。元気。元気です。週6日ぐらい週7日、週8日来ることがある。そういう午前か午後に分かれてチャーシューが美味しいよね。
昨日もだから家でインスタントラーメンに入れて食べましたここでチャーシュー買って帰ってね、大変だと思いますよ。食材の値段なんてねバカみたいに上がってますしね。まあでもそうですね、竹方式ラーメンの知名度が上がってくれて認知度が上がってくれればいいなとは思いますけどね、やっぱ可能性すごく感じますよね。やっぱり醤油ラーメン好きな人多いじゃないですか。ラーメンといえば醤油ラーメンって思ってる人多いと思うんですよ。その中でも特徴的ですからね、ちょっと興味引くじゃないですか。ラーメン仕事にしてない人だって多分醤油だれをお湯で割ったラーメンってどんなのってなりません？まあ もちろんマイナスイメージ持つ人もいるでしょうけど、でもほら何でもそうだと思うんですけどね、万人が美味しいと思うものを作ることなんてないじゃないですか。いいと思ってくれる、美味しいと思ってくれる人のために作るっていうか、そういうことじゃないかなと思いますね。多分どんなのでもそうなんじゃないかな。やっぱり美味しいって言ってくれるお客さんの顔がやっぱ浮かびますよね。できるだけ今日よりも明日の方が美味しいようにしたいなと思いますし、真面目に美味しいと思うものを作ってるだけですよ